皆さんこんにちは、ケンです。じゃん。2021年今年のね Apple Watch のプライドバージョンのバンドが届きました。今日はこの2つを一緒に開封していきたいと思います。6月っていうのはプライド月間なんですね。でご存知の方も多いと思いますが、アップルは LGBTQ の人たちの支援っていうのをしていて、このプライド月間6月に合わせて毎年プライド仕様のバンドっていうのを発売しています。で去年2020年はこんな2つのデザインのプライドのバンドっていうのを販売してました。でね、一つはこういう超レインボーっていう感じで割と派手なんですけど、僕結構ね好きですごく質感のいいバンドなので今でも気に入って結構な頻度で使ってます。でもう一つはナイキのスポーツバンドですね。このね穴の内側にこう虹色レインボーの色が施されてて、めっちゃね凝ったデザインです。で今年もね同じように2種類のバンドが発売されたので、ちょっと早速一緒に開けていきましょう。それではナイキのスポーツループから開けていきましょう。こうプリッと見てください。この Apple Watch のロゴもレインボー色になってますよ。出ました Apple Watch ナイキ。パッケージはいつもと一緒ですね。はい、ということで出ました。これが今年の2021年バージョンのナイキのスポーツループです。質感はねいつものナイキのスポーツループと全く同じですね。多分素材は全く一緒なんじゃないかなと思います。これちょっと見えるか分かんないんですけど、1本のラインの中にねさらにねこれ違う色の2種類の色がねこう織り交ぜてラインが縫われてて、だから赤く見えるラインもちょっと濃いめの赤とちょっとこのオレンジっぽい色かなの糸が混ざってるんですよね。で少しねちょっとこうグラデーション見たくなって虹色に見えるように作られてて、なんかねパッと見よりもねかなり手が込んでる作りになってるなと思います。ちょっとウォッチにつけてみましょう。はい、ということでウォッチにつけてみました。落ち板も今年のバージョンのものに変えてみました。可愛いですよね。こんな感じでねレインボー色だけどそんなになんかどぎつい感じしないし、つける人選ばないようなデザインというか色味かなと思います。やっぱナイキのねスポーツループはねこの肌触りがねこうふかふかしてて気持ちいいので、つけててね全然こうストレスを感じないし、そもそも軽いので結構ね僕一番バンドの中ではこのナイキのスポーツループバンドのつけ心地が好きです。どうですかね。はい、それでは続きましてこちらブレーデッドソロループのプライドバージョンのバンドを開けていきたいと思います。出ました。こっちがね僕ウェブサイトで見た時からめっちゃ欲しいって思ったんですけど、こんな感じですね。すごくないですか。なんかこれ見た時になんかいろんな色が混じってるトウモロコシってあるじゃないですか。あれみたいだなって思いました。でもなんか今までのプライドバージョンのバンドにはなかったようなデザインだし、本当に虹色だけどレインボーだけどこういうデザインをしてくるんだと思って、ちょっと今年の意外性が大きかったなと思います。違う色の糸がねこうやって編み込みながら作られてて、なんかいいですよね。なんかこう多様なセクシャリティの人たちがこう一つの社会で暮らしてるみたいな、なんかメッセージ性もデザインに込められているような気がして、すごい素敵だなって思います。ブレーデッドソロループはちょっと高いんで敬遠してたんですね。なので僕今回初めて手に取るんですけど、なんか思ったより手触りが柔らかいですね。もっとゴワゴワしてるのかと思ったけど、割と感触がファブリックっぽい感じで、ナイキのスポーツループには及ばないけど割となんかこう肌に優しい感触っていう感じがしますね。じゃあちょっとこれもウォッチにつけてみましょう。はい、ということでこんな感じになりました。サイズはねあらかじめ測っておいたんで、この場合サイズ7なんですけどぴったりですね。もう一つね違う文字盤が今回あって、斜めにレインボー色がこう並んでいるデザインもあって、これもね結構可愛いですよね。作りがねすごいしっかりしている感じなんで、ちゃんとしたバンドっていう印象が強いです。
この動画ではなぜ6月がプライド月間っていうふうに言われるのかについてもご紹介しておきたいと思います。1969年の6月28日にアメリカのニューヨークにあるストーンウォールインっていうゲイバーで起きたある出来事がきっかけになっています。で、当時のアメリカでのセクシャルマイノリティの人たちの扱いっていうのはかなりひどくって差別的で、こういうゲイバーみたいなお店は日常的にね、警察からガサ入れみたいな形で嫌がらせを受けていたそうです。で、この1969年6月28日もそのいつものような形で警察がガサ入れに来たわけなんですけど、その日はいつもとね少し様子が違って、お店にいたお客さんがその警察へのガサ入れに協力を拒んだそうです。それを理由に警察が何人かを逮捕しようとし始めたそうです。そしたらそれをきっかけにお店にいたお客さんがどんどん集まってきて、で群衆が大きくなっていって、でもうしまいにはその大きくなった群衆が警察に対して暴動をけしかけるみたいな形で大きな反乱になったそうです。この事件っていうのは LGBTQ の人たちが初めて起こした大きな事件だったんですね。なのでセクシャルマイノリティの人たちの人権を守ろうっていう運動のきっかけになった非常に歴史的にも重要な意味を持つ出来事でした。そしてこの事件から1周年を記念して行われたデモ行進が今に続くプライドパレードの元の形になったっていうふうに言われています。ちょっとね、去年と今年はコロナのパンデミックのせいでプライドパレードは軒並み世界各地で中止になっちゃってますけど、日本でもね近年はプライドパレードっていうのが大きな都市では開かれるようになっています。そのアメリカで最初に勇気を持って立ち上がった人たちがいなければ今のような社会にはなっていなかったかもしれないから、すごくそういう出来事があったってことは知っておくべきだし、その人たちが立ち上がってくれたおかげで今の僕たちが暮らしやすい世の中に少しずつ変化してきてるっていうふうに思うと、すごくね感謝したいですよね。もし自分の知ってる範囲に LGBTQ の人がいないっていうストレートの人たちも、このプライドの活動を支援するプロダクトを購入したりとか身につけるっていう形で連帯感を示したりサポートしたいっていう意思を表明するっていうことができるので、すごくねそういう形でも、アップルっていう一つの企業がこういう形で運動してるっていう意義は大きいなっていうふうに思います。はい、ということで今日は2021年のプライドバージョンの Apple Watch のバンド2種類を紹介しました。今日の動画が役に立ったっていうふうに思っていただいたら高評価と、まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日の動画もご視聴いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。